こんにちは。ミニマリストになりたい私、もちです。今回は4泊6日の海外旅行パッキングと私流の旅行の荷物を減らすコツをご紹介します。実は先日アメリカのサンフランシスコ州に友人たちと旅行に行ってきました。で、今まで夏の海外旅行パッキングは動画に何回かしたことがありますが、今回は夏ではない服のかさばる季節のパッキングということで、いつも以上に荷物を減らすコツ満載の動画になっていますので、ぜひ楽しんで見ていただけましたら嬉しいです。そしておすすめした旅行に便利な私の超お気に入りグッズは概要欄にも載せてますのでチェックしてみてください。それではスタートです。今回は4泊6日の海外旅行のパッキングをご紹介します。で、今回行ってきた場所はアメリカのサンフランシスコです。そこで街中に行ったり、あとサンフランシスコから離れたヨセミテ国立公園っていう自然いっぱいのキャンプ場にも1泊宿泊してきました。その時の荷物を今回ご紹介したいと思います。で、今回行ったのが2月の上旬で結構寒い時期だったんですよね。こういうちょっと服とかかさばる時期、コンパクトな荷物にするって結構工夫が必要なんですけれども、そんなアイデアもご紹介するので、ぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです。まずはカバンの紹介からですね。大きな荷物はこちらの機内持ち込みできるスーツケースですね。軽くて、で色もすごく可愛いんですよね。これ以外にもすごい可愛いカラーがたくさんあったので、きっとお気に入りの1個が見つかると思います。一時期海外旅行もミニマリストになるぞと思ってボストンバッグで行ってた時期があったんですけど、やっぱりずっと持ち続けるのは重いので、いっそのことをスーツケースにして預け荷物にしちゃった方が飛行機の時は楽だなって思うようになりました。で、今回冬で服もかさばる中、スーツケースの大きさ大丈夫かなと心配したんですが、もう全然このスーツケースで足りました。もうね、大きなスーツケースいらないっていう自信に今回なりましたね。で、もう一つの荷物は私のお気に入りのケユカのトートバッグです。これは機内持ち込みの荷物を入れています。で、普段街中を歩くときはこちらのユニクロのラウンドミニショルダーバッグを使って身軽に歩いてます。じゃあまずはスーツケースの中身からご紹介します。中身はこんな感じですと、まず旅行の荷物といえばお洋服が一番かさばるものですよね。やっぱりね、お洋服を制するものは旅行を制するということで、お洋服が一番私のパッキングの工夫が詰まっています。服はすべてこちらの圧縮袋の中に詰まっています。無印良品の圧縮ケースを使っています。大きいサイズと小さめのサイズを持っていて、片側はメッシュ、そしてもう片側は目隠しがあるような2つのポケットがあります。ここにファスナーがついていて、こうやってしっかりマチがあるんですよね。なので入れるときはこのマチを開いた状態でたっぷり入れて、このファスナーを縮めて、こうやってまるで圧縮袋のように小さくできるところがポイントです。以前はビニールタイプの圧縮袋を使っていたんですけど、空気を抜くのが大変だったり、ガシャガシャってビニール擦れる音が大きかったり、使い勝手はそんなに良くないなと思っていました。でもこれは本当にファスナーを閉めるのも楽ですし、通気性もあるので清潔に保てたり、すごく買ってよかったアイテムでした。で、本当はお洗濯はできないアイテムだったと思うんですけど、私は定期的におしゃれ着洗いで軽く洗って清潔に保つようにしています。で、今回は洗濯なしで4泊6日分全部のお洋服をこちらに詰め込みました。もし一人旅だったらお洗濯は入れてもいいと思うんですけど、みんなとお出かけするってなるとどうしても洗濯する時間って取れなかったりするんですよね。なので今回は手持ちのお洋服を一生懸命かき集めて詰め込みました。こちらの小さい袋には全日分のインナーと、あとルームウェアが入っています。なのでお風呂とかシャワー浴びに行くときはこの荷物と洗面用具を持っていけば OK です。で、こちらの大きな袋にはお出かけ用のお洋服を入れています。で、ポケットが2つあるうちの片方が2日目3日目のお洋服、そしてもう片方が3日目4日目のお洋服っていう風に分けています。そうすることでお洋服の管理がとっても楽になります。で、この袋にプラスしてダイソーの洗濯ネットも持っていきます。これは2枚セットで300円ぐらいのものですね。
終わったお洋服は一旦この袋とかに入れておいて、帰る時にはこっちに詰め直すみたいなことをやってます。でインナールームウェアのポーチから紹介します。まず寝巻きですね。ルームウェアはこんな感じで、ズボンは裾ワイドになったもので、トップスはこういう V ネックの長袖ですね。普段はピラティスに行く時に着ているお洋服なんですが、旅行の時は季節問わずこれを持っていくことが多いですね。でやっぱり海外ってもうほぼ 100% 寝巻きはついてないので、これは必須ですね。そして反対側にはインナーが入っていますね。で私正直インナーって、実は4セットぐらいしか持ってないんですよね。なので洗濯なしで4泊6日のスケジュールは正直1着足りない状況なんですけど、例えば寝る時用に着ているカプ付きインナーとかサニタリーショーツとかそういうのもね合わせて使うことで、もう全てのインナーを総集結してなんとか5日分用意しました。クローゼットにもほぼもぬけの殻になりました。で、中でもおすすめのアイテムはディスコートのカップ付きインナーですね。これの良いところはまず荷物がすごく軽くなるっていうのと、あとは服を選ばないっていうところもいいです。胸元も高くてハイカバーになっていますし、肩紐も細くて見えてもおしゃれなんですよね。今回冬だったのであんまり服装は関係ないんですけど、例えば襟口が広いお洋服だったり、どんな服にも合わせられるところがすごくおすすめです。楽ちんなので寝る時に着てても大丈夫です。なのでぜひディスコートのカップ付きインナー使ってみてください。でお洋服を紹介しますと、まずね初日はこの格好で行きました。着ていくお洋服と別にベーシックな黒のニットを持っていきます。やっぱりニットはかさばるので最小限の枚数にしたいんですよね。なので今回は2枚にしました。でやっぱり毎日着てると汗とか気になってしまうので、ここで工夫ポイントその1は中にインナーを着るということです。毎日分のトップスを持っていくとかなりかさばってしまうんですよね。なので肌に触れる部分はこういったタートルネックとかインナーを着ることで、毎日インナーは買えるけれど、このニットとか上に着るものはちょっとアウター感覚で旅行期間中着続けるようにしています。そうするとね毎日清潔だけど荷物もかさばらなくて過ごしちゃいます。春なんかも例えばこういうシャツのインナーだけを変えるみたいな感じにすると荷物もかなり軽くなります。トップスはこの2つでやりくりしました。で続いてボトムスですね。まずは着ていくボトムスがこちらの GU のタックワイドパンツです。ゆるっとしたデザインなので長時間の飛行機もとても楽ちんに過ごせるところが推しポイントです。でこちらはユニクロのタックワイドパンツ。旅行は動きやすさ重視でズボンで行くことが多いですね。でこのタックワイドパンツは本当にオールシーズン着れちゃうお洋服だし、かさばる生地感じゃなくて結構コンパクトになるちょうどいい厚みなので、もう旅行には本当にぴったりなボトムスだと思います。でもう一つがこちらはユニクロのフリースワイドパンツですね。これは普段冬の寝巻きで使っていたものなんですけど、今回冬のキャンプ場っていうなかなか寒い場所に行くので、そこでの活動着としてこちらを持っていきました。でこれはワイドなシルエットなので全然パジャマ感がなく外着として着れるところがすごくお気に入りです。で靴下とか普段履いてるレギンスとか数が足りてないので、こういうつま先まであるタイツも持ってったり、あと靴下も春夏に履いているちょっと薄手の靴下も持ってったり、そういう風にもう本当にオールシーズンのお洋服をかき集めて5日分工夫して用意しました。で感じたのは、今までヒートテックとか旅行の時とかにたくさん必要だしと思って取っておいたんですけど、最低限の枚数でもあるもの出し尽くせばなんとかなるなということを感じました。だから旅行用にとかもしもの時のためにとボロボロのインナーとかそういうのを取っておく必要なかったなって、なければないでどうにかなるなってすごく感じました。こんな感じで4泊6日分のお洋服をコンパクトにする工夫をしています。でお洋服を入れてみると、フリースとかね結構かさばるんですけど、こうやって入りますし、ファスナーを閉じればこんなにコンパクトに収まります。で私の失敗も共有しとこうと思います。向こうが寒いと聞いて上着としてこのファーフリースジャケットみたいなのを持ってったんですが、これがねとにかくかさばる。
これに入れて持ってったんですけど、もうパンパンで、こういうモコモコ洋服が旅行には不便だったなと反省しました。もっと薄手の防寒の洋服とかをね持ってけばよかったなと思います。まあ持ってなかったんでしょうがないんですけどね。でアウターとしてはこちらの普段着ているピーコートにプラスしてインナーダウンとしてウルトラライトダウンジャケットを持っていきました。やっぱり機内が寒いのでこのちっちゃいバッグに収まるコンパクトなアウターがあるととっても便利です。ここにスナップボタンがあるんですよね。ボタンを押すると丸首が V ネックの形になる。そうするとアウターを重ねても中のインナーダウンが見えないっていうのがでもめちゃめちゃ最高です。こういうインナーダウンは飛行機が結構寒かったりするので季節問わず持って行っていいアイテムだと思います。でお洋服以外のアイテムをご紹介しますと、まずはリュックですね。今回1泊2日分だけの荷物を持ってキャンプ場に行くっていうプランがあったので持っていくことにしました。でこのリュックは普段は防災リュックにしているアイテムです。で中は袋に入ったじゃじゃーん、防水のブーツですね。今回冬場のキャンプ場に行くっていうことで、もしかしたら雪がある中ハイキングするかもということで慌てて当日ワークマンで買ってきました。オールバーズっていう通気性抜群の本当に軽いスニーカーで行く予定をして、スニーカーといえばそれしか持っていなかったのでこの靴を買ったんですが2000円ぐらいだったかな。すんごい安いのになんかめっちゃおしゃれでワークマンすごいって思いました。で、また失敗ポイントが実はこの靴でした。より良い経験をするためにこういう靴をわざわざ旅行のために買ったこと自体は良かったんですが、この靴が最適解じゃなかったなっていうのがすごく反省です。実はこの旅行の後新しいね靴を買ったんです。じゃじゃーん、こちらのトレッキングシューズを購入しました。メレルっていうブランドのモアブっていうお靴なんですけど、実は最近ですねお友達と筑波山を登るイベントがあって山に登れる靴をね持っていなかったですし、旅行の時にこういう適当なブーツでしかもサイズもブカブカだったんですよね。なんとかやり過ごしてたこともあって防水性の優れたあとアクティビティに使えるようなシューズの必要性を感じて購入に至りました。でこの靴のいいところはゴアテックスでできているんですよね。なので防水性も高いんですけど通気性も同時に高くて蒸れにくいところが気に入っています。でねデザインもいいですよね。黒のシューズとして街中でも全然履けちゃいそうなこのオールブラックのおしゃれな感じで、トレッキングシューズには見えないようなおしゃれさがあって、特に雨の日なんか街中で私も履いていこうかなと思います。メンズサイズもあるので男性にもとってもおすすめです。この万能な靴を履いていけばどんなアクティビティにも対応できたなと、この靴はわざわざ持っていく必要なかったなと反省です。あと入っているのが折りたたみ傘。これはコンビニで買った超軽量の傘ですね。私コンビニの折りたたみ傘大好きで軽くてコンパクトなのでこういう街歩きカバンにももう全然すっぽり入っちゃうところもお気に入りです。あと地味に嬉しいのがこのケースがタオル地になってるんですよね。わかりますかね。なので使い終わった後に袋がびちょびちょになって置き場に困るなんてことがなくてすごく大好きな折りたたみ傘です。大きさもねこう十分なサイズ感です。であとは大きな袋ですね。大きな荷物が増えたら余裕がない状況なので、たとえたくさんお土産が買ったとしても持って帰れるように大きめの袋を入れてます。結局でもね今回もお土産としてスナック菓子を何個かスーツケースの隙間に入れるだけで済んだのでこの袋は使わなかったです。でも安心のために持っていくようにしています。でここのポケットには予備用のウェットティッシュとか水で流せるポケットティッシュ、あとは予備の酔い止めが入っています。であと寒い時に行くのでカイロも持っていきました。でここでまた私の失敗ポイントをご紹介したいんですけど、とりあえず家の防災リュックに入れてたカイロがあったのでそれを持って行ったんですが、カイロの有効期限が半年前ぐらいに切れてたカイロだったんですよね。でもちょっと切れてるぐらい使えるだろうと思っていざ向こうで開封してみたらもう全然あったかくならない。本当に無でした。多分鉄が酸化しきっちゃってて全然発熱しない状況だったんですけど、私食べ物とかは賞味期限切れてもなんとかなるっしょって食べちゃったりするんですけど、カイロは有効期限絶対です。あと持っていけばよかったなって思うものがもう一つあって、それはお部屋用のスリッパです。
今回泊まった2つのホテルどちらともお部屋用のスリッパがついてなかったんですよね。なのでホテルに入ってゆっくりするためにはスリッパやサンダルが必須だなって思いました。ということで以上が私のスーツケースの紹介でした。続いて機内に持ち込むカバンを紹介したいと思います。こちらは先ほども紹介したケユカのトートバッグですね。で、中身はまずウルトラライトダウンのジャケットですね。機内が寒い時に大活躍してくれます。そしてメディキュットですね。長時間のフライトでこれがあるとないとじゃもう足の疲れ方がもう全然違います。エコノミー症候群防止のためにもこれはね絶対持っていくようにしています。フライトの時のお洋服もこういうゆるっとしたパンツを履いているので、もうズボンを履いたままこの靴下をねここまで上げられちゃいます。機内は裾がワイドで楽なボトムスを選ぶことがおすすめです。で、あとはモバイル系のポーチですね。ポーチの中身は大容量のモバイルバッテリーとケーブルと充電アダプターですね。今回行く場所が日本とコンセントの形状が一緒なので変換用のプラグを持っていきません。もしコンセントの形状が違う国に行くときは私はこちらのマルチ変換プラグを持っていきます。これはね、だいぶ昔に空港で買ったものなんですけど、結構コンパクトで軽いんですよね。いろんな国の形にこれ一つで対応できる超優れものですね。モバイルバッテリーはね必ず機内持ち込みにしなきゃいけないのでこちらを持って行ってます。1万ミリアンペアなので、スマホ2回分ぐらいは充電できたと思うので、これはめっちゃ軽いし容量も十分あるちょうどいいサイズかなと思ってます。で、あとはポーチですね。で、まず入っているのがメガネですね。飛行機乗るときはメガネで楽ちんに過ごしています。で、あとはマスク。飛行機の中乾燥してるので絶対マスクはつけるようにしてます。すっぴん隠しにもなりますしね。で、あとはメイク落としです。どうしても一日遊んだ後飛行機で一晩過ごさなきゃいけなかったりするので、これは私にとっては必須です。で、あと歯ブラシですね。飛行機に乗る前に歯を磨くようにしてます。で、あと海外のホテルも歯ブラシついてないことがほとんどですね。絶対持ってった方がいいと思います。で、おすすめなのがこの歯ブラシケースですね。これは無印良品のメッシュタイプのケースなんですけど、通気性がとてもいいので歯ブラシも匂いにくいし衛生的にもいいアイテムですね。メイクポーチを持っています。ここに洗面用具、メイク道具すべて一つに収まっているので紹介したいと思います。使っているのがこの無印良品のポーチで、なんといってもねこれのいいところはここに引っ掛ける吊り下げのフックがあるんですよね。なのでホテルの例えばタオルバーとかにこうやってひょこっと吊り下げておけば、まるでお家の洗面台かのように私仕様の洗面エリアが完成するということで、旅行での超便利アイテムです。で、一番上にはコンタクトレンズ、気軽に使い捨てられるように全部ワンデーで持ってきますね。洗浄の手間がないのでおすすめです。あとは真ん中にはメイクグッズが入ってますね。こうやってポーチから外せたりするので、お化粧しに行くときはこれだけ持っていくことも可能です。で、中身はまず化粧水ですね。いつも使っているキュレルの化粧水をこの無印良品のちっちゃな瓶に詰め替えて持ってってます。で、こちらは乳液代わりに使ってるオールインワンジェルですね。無印良品の小さいチューブに詰め替えて持って行ってます。旅行の時にこういうアイテムを試供品で持ってくのもいいんですけど、なんだかんだ結局旅行の時こそ肌に合う一番とっておきのアイテムを使いたいじゃないですか。なので試供品こそ何でもない日にさっさと使っちゃって、普段使い慣れてるアイテムを旅行には必ず持っていくようにしてます。で、あとはアルコールタイプのウェットティッシュですね。10枚入りなので乾燥しづらくて私はお気に入りです。これで手を拭きながらいつもお化粧をしてます。ボトルの汚れ防止とかにもなりますね。あとはいつも通りのお化粧アイテムですね。化粧下地にファンデーション。このファンデーションはマキアージュの美容液タイプのファンデーションです。ファンデーションとしてクオリティが高いのはもちろんなんですけど、コンパクトだし、あとケースがプラスチックなのでとても軽いんですよね。持ち運びにも軽くて、これはミニマリストさんにおすすめなファンデーションです。で、あとは鏡、前髪を上げておくカーラーですね。で、あとはビューラーとかスポンジ、
あとメイク用の筆ですね。ジップ付き袋を使って筆の蓋にしています。アイライナーとマスカラ、あとなんといっても気に入りなのがこのマルチアイシャドウパレットですね。このカラーでアイシャドウになりますし、チークにも使えたり、この2色使えばアイブロウにも使えたり、シェーディングにも使えたり、これ一つで顔中のメイクが完成しちゃうとってきのアイテムです。ってな感じでコスメ道具はいつものアイテムに持っていきました。なんですが、なんだかんだ結局毎日ほぼすっぴんで過ごしていました。なんかね、アメリカの国行って感じたのは、みんな様々な格好をして、みんな顔も肌の色も違って、化粧もしてない人も多かったし、そんないろんなスタイルの方々を見てたら、なんか着飾ることが結構どうでもよく思えてきたんですよね。化粧しようがしまいが、なんか美しいのスタンダード、なんかビューティースタンダードっていうんですかが、向こうだともうそれぞれ好きな格好をして、本当にね、おしゃれとか見た目の基準が一切なかったように感じたんですよね。なんかそうなったら、なんかお化粧とかどうでもよくなっちゃって、ほぼ化粧なしで過ごしてる日が多かったです。その分たっぷり遊べたので、旅行の時ぐらい着飾るよりもその目の前にあるその瞬間を全力で味わったり楽しんでもいいのかななんて思いました。で、下には洗面用具を入れてます。で、まずヘアブラシですね。で、あとはヘアスタイリング剤ですね。いつも使ってるこのダヘアバームクリームケースに詰め替えて持ってってます。ヘアスタイリングについてなんですけど、私はね、ヘアアイロンは旅行には持っていきません。なぜなら重いし、身支度に時間がかかってしまうからですね。なのでその代わりにヘアゴム、これは3COINSで買ったお気に入りのヘアゴムなんですけど、これで簡単に縛って過ごしたりとか、あとは帽子でごまかすとかですね。旅行ではこのユニクロで買ったビーニーをかぶっていました。ヘアアイロンとかは使わずに工夫して過ごせるようにしています。で、あとは普段使っているヘアトリートメントもクリームケースに入れて持ってきます。っていうのも、ボディーソープとかシャンプーまで持ってくと、結構荷物になっちゃうので、私はね、ホテルにあるものをそのままめんどくさいので使っちゃうんですが、シャンプーが合わないと本当にギシギシになっちゃって髪の毛大変なことになるので、よく使うこのトリートメントさえあればギシギシ回避できるので、これだけは持っていくようにしています。で、これは空のケースなんですけど、外したピアスとかネックレスを入れるようにしています。で、こちらはね、メイク落としですね。私が愛用しているアクナルのハーブクレンジングっていうクレンジング兼洗顔にもなっているアイテムで、メイク落としも洗顔もこれ1本で済むので、めちゃめちゃ荷物が軽くなるんですよね。で、この愛用のクレンジングをタレ瓶の中に目いっぱい詰め込んでます。これで6日ぐらいだったら満パンに入れれば全然持ちました。使い切ったら旅行先で処分してもいいですしね。洗面用具はこんな感じで、この小さなポーチに全部が詰まってます。で、最後に私の手荷物バッグをご紹介します。使っているのは先ほどもご紹介した通り、ユニクロのラウンドショルダーバッグです。この小ささ、軽さなんだけど、意外と持ち幅がしっかりあって大容量なので、身軽に行動したい旅行には超最高のアイテムです。中身を紹介しますと、まずは忘れちゃいけないパスポートですね。100均で買ったパスポートがちょうど収まるサイズのケースに入れて、カバンにね、紐でくくりつけてます。本当に私ね、すぐ物をなくすおっちょこちょいなので、大事なものは全部紐でつなぐことが鉄則です。で、これまたスマートフォンですね。スマホも紐でつないでます。これは100均で買ったのかな。もうこれなしではちょっと旅行できないですね。こうやって斜めにかけとけば、道とか調べる時もなくさず便利ということで、私には必須のアイテムとなっております。で、データ通信に関しては、例えば楽天モバイルとかアハモとかだと海外でそのままデータが使えるようになってると思うんですけど、私は Y モバイルなので海外は追加料金になっちゃうんですね。で、何をよく使うかっ
っていうとクルックっていうアプリで eSIM を買うことが多いです。で今まで eSIM って買っては結局接続がうまくいかなくて改造になっちゃったことがすごく多かったんですけど、クルックにしてからはクルックのアプリから eSIM を簡単にスタートさせることができるので、もうめっちゃ簡単ですし失敗したことがないですね。しかもかなり安い。今回7日間3ギガで483円で安すぎですね。で続いてはウォーターボトルですね。これも欠かせないです。お気に入りのキントのウォーターボトルをバッグの中に持って行ってます。でだいたい空港の出国ゲートを通ったらウォーターサーバーというか水が汲めるところがあるので、お水代プチ節約をしております。旅行先でも大きいボトルを買って、ここに詰め替えて日中は持ってったり、歯磨き用の生活用水にしたりしてます。最後にポーチですね。このポーチは無印良品のポーチで、本当これにね貴重品が全部入れられるので普段から愛用しているアイテムです。カバンを変える時もねこのポーチだけを変えれば荷物移動完了してしまうのでめっちゃ便利です。あとハンドクリームを入れてたりとか、大事なのは常備薬ですね。小さいジップ付き袋に入れてるんですが、こちらはお腹痛くなったように持っているせいろガンですね。2回分入れています。マジでね本当にねもうすぐお腹を壊しやすいので、もうこれは必須アイテムです。でこれも欠かせないのが酔い止めですね。私が持っていってるのはアネロンで、この酔い止めは本当に効く。しかも普通酔い止めって 3,4 時間とかで切れちゃうんですけど、これは1錠で丸1日 OK なのもいいところです。本当にこれと出会ってから酔い知らずになりました。で以前のパッキング動画でもアネロンを紹介して、そしたらこのアネロンのおかげで乗り物が本当に苦手だったんだけど旅行が思いっきり楽しめましたってコメントがいただけまして、その方の旅行を楽しむちょっとしたお力になるのでめちゃめちゃ嬉しかったです。乗り物酔い結構するなって方はもうせっかくの旅行を楽しむためにも絶対飲んでみてほしいです。であとは頭痛薬、絆創膏を入れています。でポーチの大きい袋にはエコバッグですね。これはダイソーで購入しためちゃめちゃコンパクトになるエコバッグで、収納袋がエコバッグ自体についているのでなくさなくてとっても便利です。結構な大きさもあるし、何がすごいってしまうスピードの速さなんですよね。畳んだりする必要がなくて、この付属の袋に詰め込むだけでこんな風に収納し終わっちゃうのでめっちゃ便利です。これはもう毎日持ち歩いてますね。お財布もいつも使っている油サスの小さな財布を使ってます。特別旅行用のお財布は持ってったりはしないですね。できるだけ財布は取り出さなくて済むように最近はスマホのタッチ決済で済ますようにはしています。であとはいつも入れている目薬だったりリップクリームだったり、あとリップですね。このオペラのリップティントはめちゃめちゃコンパクトだし、色も落ちにくいので超愛用してます。で忘れちゃいけないのが水で流せるポケットティッシュですね。海外のトイレ紙がないこととかあったりするので、アメリカはねそういうところなかったんですけど必ず持っていくようにしてますし、スーツケースの中には予備のティッシュも入れてます。であとアルコールティッシュも必須です。日本以上に海外はちょっと衛生面に気をつけた方がいいかなと思うので頻繁に使ってます。で先ほども紹介したものと同じなんですけど、ダイソーで4個入りで100円で売っているので我が家に必ずストックがあるぐらい愛用しているアイテムです。めちゃめちゃおすすめ。カバンも超身軽にすることで旅行を思い存分楽しめちゃってます。ということで以上が私の旅行カバンの中身紹介でした。今回の旅行を思い出しながらやったので抜け落ちもあったかもしれないんですけど参考になったら嬉しいです。旅行って正直あったらいいものっていくらでもあると思うんですよね。その中でも本当に重要な部分だけは持ってって必要最低限にするって旅行をより楽しむためのテクニックだったりすると思うんです。改めてこの旅行を通じて身軽っていいななんて風に思ったりしました。ということでこの後はおまけに思いっきり楽しんでいきたい旅行 Vlog をちょこっと撮影してみましたのでぜひそちらも楽しんでみてください。それでは約10時間のフライトを経てサンフランシスコに到着。サンフランシスコはドラマフルハウスの舞台。家が並ぶ光景だけでももうなんだか懐かしくって感動しました。ただあまりにも急斜面が多いんですよね。
縦横の平行感覚がバグりました。街の広場に行くと、そこはなんとオープンなダンス会場。あまりにもアメリカンです。で、仲のいい人同士でペアを組んで踊ってるのかと思いきや、見ていると曲が変わるごとに声をかけて新しいペアを作ってるんですよね。いや、すごい。この地に住んだらシャイな私もこんな風にオープンマインドに変われるんでしょうか。気になります。カメラも私だったらダメ。深層心理でもそう植え付けられてるから大丈夫大丈夫ってなる。無理ってなると思う。なんか解放される瞬間があるのか。アメリカといえばハンバーガーということで、こちらに行ってきました。ここは大谷選手がアメリカで一番好きな食べ物はと聞かれて即答した世界の大谷が愛するファストフード店です。他にもお高くいいもん使ってるハンバーガーショップでも食べたりしたけれど、なんだかんだこの庶民派のハンバーガーが一番美味しかったです。大谷選手に大共感した瞬間です。で、滞在中一番驚いたのが完全無人自動運転タクシーです。その名の通りそうなんです。人がいないタクシーなんですよ。アプリで呼び出すと私たちがいる地点までお迎えしてくれて、中を開けると運転席にもどこにも人がいない。どういうことと思いながら目的地に向かって発進。ハンドルが勝手にくるくる動いてます。先の車も歩行者もセンサーでしっかり感知。信号と対向車をちゃんと見てから左折と、ここは未来なのかと終始開いた口が塞がらなかったです。旅行中何回も乗ったんですが、車線切り替えも幅寄せも、そして予期しないトラブルの回避ももう完璧で、明らかに私の運転より上手でした。アメリカってすごい。そりゃ S&P500 強いよなぁと妙に納得してしまいました。そして有名なアルカトラズ刑務所跡にも行ってきました。ここは島すべてが丸々刑務所で脱獄不可能と言われていた場所です。ツアーに参加すると囚人気分が味わえちゃいます。日本語の音声ガイドもついていて、刑務所での暮らしや脱獄犯のストーリーなんかを聞けたり、とっても面白かったです。そしてヨセミテ国立公園にも行ってきました。電車とバスで約8時間の大移動。もう大変かと思いきや、なんと電車にはお菓子と炭酸飲料を自由に取っていいコーナーがありました。ちょっと欲張って多めに取って超楽しい電車移動でした。ヨセミテは世界遺産にも登録されている国立公園で、氷河期時代の氷河によって削られてできた真っ白な大きな壁が特徴です。公園内はキャンプエリアもあるので宿泊もできちゃいます。今回はとっても居心地のいいロッジに泊まりました。そして見てください。ロッジの裏はもうすぐ崖。自然の大迫力にただただお口があんぐり。大陸ってすげーと思いました。見晴らしがいいエリアに行くとこんな景色も見れちゃいます。美しすぎて本当に感動です。すごすぎる。ちなみにこの岩はハーフドームと呼ばれる巨大な岩石なんですが、実はこちらノースフェイスのロゴのモチーフになっているそうです。他にもたくさん食べて飲んで街を歩いてとお伝えしきれないぐらいでっかい経験をしてきました。やっぱり経験って何にも変えられない自分だけの最高の財産ですね。まさにプライスレス。そして帰国してまた改めて日本の良さも再認識できました。我が家での当たり前の暮らしのありがたさをより一層感じる日々です。それではここまで長い動画を最後まで見てくださった皆様、本当にありがとうございました。